どうも皆さんこんばんは、夏目選手の源です。通りすがりの人の髪の一部をブリーチして回る純白の魔術師さやです。カスやん。これが純白の力。しかも通りがけでブリーチしていくのはもう魔法なんだよ。ということで今回ですね、こちらでございます。なんて書いてあるでしょうか。せーの、リトルマーメイド。怒られるマジ、本当に怒られるこれ。リを取るマーメイド。そうはい、はいということで今回こちらです。ヘアコロー。ヘアカラー。ヘアカラー。はい、ということで今回やっていく企画はこちら。ビーラン。髪色別の人気キャラ髪いっぱいに書いてみた。眠たいにゃん。てなわけで好きなキャラを描きたい欲が出てるタイミングですね。ですにゃん。はい、これは何回かやりました集合絵シリーズ。そうですね。50音順集合絵、はい、年齢別キャラ集合絵、はい、そして出身地別出身やったっけ、そんな集合絵、集合絵、あと血液型別集合あ絵、RH マイナスまでやったらむずっ結構大変だったよね。むずっRH なんちゃらぐらいの感じで血液型出してるのワンピースぐらいなんよ。出てんの？出てるんだけど、ただね、ワンピースの中の独特な血液型の書き方してるそういうことね。と思う。ゾロがさ、RH マイナスとかそういうレアな血液型だったらさ、ちょっと血出る役担当だからさ、ちょっと輸血大変になっちゃうよね。っていう話があるんですよ。あ、おい。3時でそういう話がある3時であるんだ。しかも出血の理由が本当にバカバカしいので、さやさんはぜひそこまで読み進め鼻てください。血とか。当てんなよ。はい、ということで、今回は髪色。漫画のキャラとか、アニメのキャラって、もちろんリアル思考の作品ってあんまりね、髪色は黒だったり茶色が多いんだけど、アニメ漫画は髪色がすごい色してるじゃん。いや、みんなキャラフルですよ。もうこの髪色別やってほしいっていうのは以前からコメント欄でたくさんね、集合やってる時にいただいてたので、どんな髪色でどんなキャラがいてみたいな、ちょっとねオタクトークをしながら楽しく描いていく感じにね。最終的に決まった髪色でゲンさんが自分の髪を染めるという企画になりますね。で、最後までお楽しみに。最終的に決まった髪色って何？ピンクかも。さあ、ではですね、今回もランダムにするために、さやがもう色目も描いたんだけど、もう一回それをシャッフルして分かんないようにしてさやに戻して裏を描いてもらうという。全部で今回10色ご用意しました。ほう。はい、じゃあゲンさんお好きなカードを引いてくださいませ。チャララタラチャララタララララ待ってないこれ、何これどうでしょうか。いつにも増してなんか絵が描いてあるけど。そう、ちょっとこれしかも繋がるんじゃない？どこがどう繋がるのこれ。ほら、じゃあ頑張って組み立ててみてよ。急な謎のゲーム性出てきたね。これこう？全然合ってないじゃない。合ってないけど、この二人が合うわけないでしょ。そうね、別の人だよ。いい加減にして。当たっちゃった。合ってる。これ恋する銀さんとさやさん。これはこれ月色なくない？俺か？俺やん。合うように作ってねえだろもう、そもそもが。というわけで好きなカードを選んでね。見てほら、秋滅殺って書いてあるの。鬼殺隊だった。じゃあさやさんからいいですよ。どうしようかな。じゃあ私秋滅殺にしようかな。じゃあ僕いいよ、このギャスカと尻尾でいいよ。嘘、じゃあ分け合う。ガンコちゃんの尻尾で分け合おう。今このさやさん油汗。さあ、ではまずは1色目。1色目。今回色が10色あるから、赤、黄色、橙、青、水色、紫、ピンク、緑、白、黒。はい。で、白には銀髪も含むということにさせてください。あと黄色は黄色か金髪も含むと。その辺のちょっとニュアンスを詰めていくと、なんかさすがに色って何色あんねんみたいな話になってきて、ややこしくなってくるので。髪色って200色以上あんねん。もっとあるね。てなわけで、その10色で大きく分けております。さあ、それのどれでしょうかというわけで。1色目ですね。いきましょう。
私あなたのテーマカラーを描くわけね。私あなたのテーマカラーを描くわけね。これ夫婦って感じよね。確かに。青青ってやろうぜ。どうしたのかな。で今回もですね全てキャラクターを揃えたらそれぞれ担当したキャラクターを一番最後にカラーの集合そのカラーでちょっとやってみようかなと思うので、まずはお話ししながらちょっと白黒でバーッと書いていくので、はい行きましょう。1対15分でいきましょう。参りましょう。よーいスタート。どうしよう。青髪、はい漫画の中だと黒ベタだけどアニメになるといやちょっと青みがかってるっていうキャラもいるからいるからまあ、うんうんカラーになった時の色を基準にしようかなっていうそうねまあアニメでも漫画でもいいんですけど、うんうん赤髪って言ったらさシャシャッつって予測変換で赤髪のシャンクスが出てきちゃう。さすがに俺ちょっとワンピース描きすぎ説ってなわけでどうしようかなと思うんですが、決まりました。いやでもね私も決めましたよ。いやもうこれさやさんあれですよ、マギです。言ってしまうともうそういうことですね。言ってしまうともう、ね、私マギより1個前に連載されてた「すもももももも」っていう漫画めっちゃ好きで、そうですね。すっげえ模写してた。昔のさやの絵から見てたんだけどさ、うんさやの絵ってマジで大高忍先生の絵のリスペクトというかいやもうだいぶ影響受けてますもんね。10ページぐらいをまとめて模写とかしたもん。そんなやつなんだ。すごっ。私の癖が全部詰まってる。もう本当に全部詰まってる。マギもねもちろんすごい可愛くて好きなんだけど、でねマギはね主人公のね子がねすごいねちっちゃい可愛い男の子なんですよ。この子なんですけど今描いてる。さやさんアラジンめっちゃ好きそうって皆さん思うと思うんですけど、マギに至ってはねなんかしないけど私の中でマッチョ好きがねちょっとマッチョ好きマッチョ好きの方がねちょっと前に出てしまいまして、はいショタ好きのさやとマッチョ好きのさやが会議した結果今回は私が行かせていただきましょうってマッチョ好きの私が出てきてしまって、マギはね私シンドバッドが好きなんですよ。いやそうマギ読んでみたいんだよね。僕読んだことなくて実は。マギねちょっと難しい話でも面白い。こういうさ髪の毛さ後ろさこうちょろんって長いキャラクターがさ、髪の毛が重力完全に逆らってるのめっちゃ好きなんだよね。わかる？意志持ってる感じある。お前髪に神経通ってるんだってやつね。結構さこういうイラストでさ、そのままストンって落ちてることあんまなくない？確かに好きですそういうの。だから好きなのかもしれない。制限時間今回なしにします。制限時間なんてなかった。みんなの記憶違い、まあちょっと今は制限時間っていう概念を消し去ったからちょっと話し始めるんですけど僕の方はもうこちらもう赤髪といえば桜木花道以外いないんですよね。シャンクスを除くと僕の中で赤髪キャラってめちゃめちゃいっぱいいるしかっこいいキャラいっぱいいるんだけど、まあそれこそあれだよな、他の赤髪で言うとさ最近だとやっぱマキマさんが赤だし、確かに。あとはもう我々世代のゲームの青春で言えばルーク・フォン・ファブレさんがルーク・フォン・ファブレ様やん、赤だし、フェアリーテイルのエルザとかめちゃめちゃいるのよ赤髪キャラっているわ。でいっぱいいるんですけど、でも僕の青春に深く刻まれてるのはやっぱり花道なんだよな。いやマジでスラムダンク読んだ時にこんなにスポーツ興味ない人間でも、面白く読めるんだと思って感動したのよ。めっちゃ面白かったもんな。そうださやさんそうだついに映画見たからそうだよ。スラダンにやっと触れたんだ。触れた。ギリギリマジで映画やばかった。いややばかったね。原作大好きだけど、映画もすごかった。どれだけ俺たちを泣かせに来るんだ。ケイさんも映画に感動しすぎてその場でスリーポイントシュートを決めちゃったもんね。迷惑すぎんだよ。何を投げたんだはいということで1人目1人目のキャラクターは赤と青。せーのドン。まあ桜木花道。もう桜木花道以外ないでしょ赤は。もう坊主タイプの方ね。いやもう坊主ですよやっぱり。リーゼントじゃない方。そうちょっと髪生やしすぎたな。ちょっとゾロぐらい生えてきちゃった不良キャラにハマることって僕絶対なかったの。不良なのに好きになったの花道が初めて。漫画の中に出てくるキャラでやっぱどうしてもなんかさ気持ちがさフィクションだと分かってても、僕駅でさ別人と間違えられてヤンキーに囲まれたことあるんだけどマジで囲まれたことあってそれ以来っていうかめちゃくちゃとばっちりだよね。本当にとばっちり。もうメガネかけてるって学ラン着てるぐらいしか特徴合ってないのに囲まれたのよ。やばいジオゲッサーぐらい情報がない雑すぎる推理で、おいお前みたいな感じで絡まれたから本当にヤンキー嫌いになって、すごい市場挟んでヤンキーキャラ嫌いだったんだけど、そのヤンキーキャラ嫌いを押しのけてもう大好きになっちゃったキャラ。はいでせいさんはマギからアラジンですね。
なんかわかるわ。いつもいるメンバーが赤黄色青で、はいはい青担当なんで、はいはいはいまあ青髪でいいかなって思って、うんうんうんはい。漫画だとベタだけど、そうだよね。面白いな漫画って。ね。白かトーンか黒で表現しなきゃいけないからさ、髪色わかんないよね。白でそうどちら白黒かといえで集めちゃう。ばベタで塗られるみたいな感じ。そうね。というわけで、はいはい、この神経の通った三つ編み大好き。いいですね。ははいい、じゃあ一人目はこちらになりました。二人目どんどん行きましょう。じゃあどんどん行きましょう。好きなのでいいよ。どうでもいい。もうなんでもいいよ。どうする？耳からヘビ出てるけどどう？いいです。売れてる今。これが一番人気。あ、じゃあいい。一番人気じゃあこっち行きますか。でこのなんかニヒルな色。はいこれニヒルなさやさんねこちらのときめきさやさんよりニヒルなさやさんが人気だから。人気なんです。そう市場で。市場で売られてる。おい変なとこ置きすぎてなんか変な感じになっちゃった。やめろよ。はい。じゃあ二人目。せーのドン。ドン。オレンジ。パーポー。いきますかまた。いきますか。制限時間はね一応ね。いやでもまあ楽しく書くだけで。オレンジ髪は誰だろうな。いっぱいいるけど。おでんくんとか。オレンジってオレンジ色なの？いつ黄色じゃないの？黄色か。しかも髪の毛ねえだろ。ワンピースってすぐ出てきちゃうけどな。あナミもオレンジだあ、そう、ナからね。ミさんはそうね。ナミさんオレンジだから。木が行く？オレンジだけどな。オレンジだけど。毛だけど。まあ髪の毛と言っていいのか分からない。間違いなく毛は生えてるよね。これ紫なんじゃないの？これ紫って言っていいよね。しょうがないな、みんなにも教えてあげるよ。何？ここにさやさんの顔があったとしたらこうなるんだけど、ごめんちょっと画角的にちょっと見づらいね。ごめんちょっと 3D になっちゃあ、った。もしかしてさやさんあれか。わかった。はい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 。わかったまさに完璧で究極の。そう。入れるな入れるな入れるな。回収するな。違う見えないから。ヒント合わないの。全然一番星じゃない。ああ確かに。紫なの？コミックスのコミックスの表紙も紫っちゃ紫か。っぽい。うん。確かに。最近あれだからパラピちゃんをね寝かしつけするときに寝たかなーって思ってベッドに置くとパカーンって目が開くのよ。もう大体ね。そうね。だからなんかもうちょっとこう眠りが深くなるタイミングで置かないといけないからっていうことで、まあ寝たかなって思いつつもまだお膝の上でゆらゆらしてるんだけど、まあそういう時大体スマホで漫画読んだりする。で今推しの子をね。ちょうどね。そう今ね一生懸命漫画を履修中なんですけども。推しの子を膝でね育てながら。推しの子じゃないから怖いこと言わないでよ。誰かが転生してるとかじゃないから。どうする？誰かが転生してて意味わからんよな。歴史上の人物とかがさもしさ我が子として転生したらめっちゃすごくない？漫画やんもうそれは、設定が。どうしよう言葉一番最初に覚えてママって言うのかなパパって言うのかなとかってワクワクしたら、ぜひもなしとかこんな信長だったみたいな。わちゃーあと6分しかないよ。嘘。オレンジのキャラクター。で待って全然思いついてるんだけどさ、うんこれもう完全にあれ出していいかな。出しちゃうよ。お前の引き出し全部出しちゃうよ。はいもう決まりました。おついに決まりましたよ私。オレンジ髪といえばこの子。選ばれたのははいジャンプです。選ばれたのはジャンプでした。結局ジャンプでした。オレンジ色の髪って言われてジャンプで思い浮かぶのってさ、イチゴなのよ真っ先に。あーでもそれはそうかもしれない。真っ先にイチゴで次に、最近で言うと配給。配給の日向翔陽。日向翔陽もオレンジ髪だと思うんだけど、オレンジ髪いっぱいあるんだけど、僕はちょっとヒロインにしてみようかなと。おヒロインでオレンジ髪といえばこの子ですよ。あでももう分かるんじゃない？わかります？わかるあるよ。まあ何とは言わないけど。雑なんだよ。あるよ。結構好きなキャラよ。いや大好きよ。だいぶ好き僕。でもさ私さその子がさ自分のことヒロインってさ作中でも言うじゃないですか。だけど私の中でなんかヒロインだったのって読みながらすごい思った経験があるんだよ。ヒロインってなんか主人公と恋に落ちるとかさそういうイメージがあったからさ。まあ確かに当時ねそう。昔はながらのヒロインってさ、主人公とやっぱいい感じになるところはあったよ。まあヒロインはヒーローの女版ってだけだからね。お腹鳴っちゃった。皆さん。ゲンさんって何？何をしなきゃいけないの俺は。お腹鳴っちゃったよ。餌の時間だよじゃないの。はい。というわけで2色目の髪色はオレンジとパーポー。せーのドン。はい。かぐらちゃんです。愛ちゃんです。推し
しの子もうマジでさ、原作勢だからさ、アニメ勢というよりはどちらかというと原作勢なんで、どう着地すんねんってずっと思ってる。すごいワクワクしてる。まああんま言うとネタバレなんか言わないですけど、今もう多分最終局面なんじゃないかなと思うんだけど。アクアがボリウッドに行かないで。斜め上すぎるだろ、これはさすがに。インド映画ばりに踊るアクアはちょっと見てみたい。それは見てみたいけど、流れる汗も綺麗なんでしょうけど。確かに。ナーティ踊るアクアは多分美しいと思う。ナーティ踊るアクア。ナーティまあ推しの子のから楽しみですね。愛ちゃん。いや素晴らしい。はい。かぐら。かぐらちゃん。かぐらちゃん。はい。もうかぐらちゃんなんかオレンジ髪といえばでいろいろ迷った結果、かぐらちゃんがなぜか出てきちゃって一番手前にいたのがかぐらちゃんだった。なんかゲンさんが描いた大人かぐらみてみた。ああ確かに大人版ね。映画とかあと銀玉の最後の方に出てくるやつね。そう大人かぐら確かに描きたいかもね。ちょっと描いてください。じゃあ仕上げの時はなぜか成長するみたいな。育ちましょう。はいというわけでパープルとオレンジでございました。いや次はあともう6色だよ。いや僕はじゃあこのさやさんを救いますよ。俺はさやさんに嫌われたこのさやさん救います。どうしようかな。この決め顔ゲンさんにしようかな。はいじゃあいきますか。決めいや楽しいな。いろいろ記憶が駆け巡るね。はいいきます。せーのドン。黄色緑合体しないよ。C2 これが合体したら黄緑になって C2 になっちゃうけど。確かにゲンさん僕の人生の推し、C2 じゃあ全部使って書いていいよ。もう急にただ C2 書いてみたいな。C2 書きたい人多分いるんださやさんの中で。いやもう私緑引いたら、絶対書こうと。あ本当。もう眠れない。もう眠れないほど思ってた。緑って誰かいたっけそんな推し。さあ行きましょう。じゃあ黄色と緑、用意スタート。もう書くスペースない。ちょっとでかく書きすぎた。早くない？嬉しい。緑引けて嬉しい。本当に嬉しい。そんな書きたいキャラいた？いた。ラムちゃんとかがさやだったら。さあ誰でしょう。緑髪で言うとラムちゃんっぽいけど、俺ゾロ書きたかったって言ったらもうワンピースやめろって。もうワンピースゾロ書いたでしょ。書いた。もうゾロ疲れちゃうから。子供？お母さんゾロの。いやお前それ別のチャンネルでもずっと書くやんけっていうツッコミは一旦なしにして、もう決まってるやつがいる。何？もうねこのシリーズでずっと書きたかった子がいる。あ見りゃわかるって。もうわかると思うさやさん。もうわかるでしょ。わかんないよ。嘘でしょ。何が？そろばん塾行ってない関係ある？それまだね 1,2 回ぐらいしか書いたことないんだよなこのキャラ。書いたことあるんだ。ある趣味で。趣味？好きで。あでもゲンさんも見たことある場所で書きました一回。あわかった。嘘わかった？最近じゃんすごい。いやベリーベリー最近だよ。すごい最近ご登場なされたの。へへー。もう木って言えばいっぱいいるじゃないですか。森に行けばいっぱいあるよ。木って木じゃねえよ。次じゃねえ。イエローで。もうこの文脈で言わねえだろ森の話は。いやもうさ、黄色って言ったらもう金髪キャラだからもうそれはエドだってそうだしさ。あそうね。でナルトもそうだし、クラピカもそうだし、いくらでもいるわけじゃないですか。はい。でもねなんかね結局その中で今回行きたい金髪はこいつです。見ていい？見ていいよ。そういうね確かにね最近ね。そう再開したような別シリーズなようなっていうまあなんかちょっとツッコミどころはありつつ、うごめもの時の動画にも言ったけど、もう何の時でも言うんだけどさ、人間を描く原点ってリンクなんだよな。でもボヨンボやね。ちゃんとボヨン。ちゃんとよ、ちゃんとティアキンなんだよ。マスターソード今時間内に描くのがめんどくさかったわけじゃない。言わなきゃよかった。言ったことによってちょっとなんか透けた部分。糸がね。いやもうゼルダといえばよ、これゼルダ好きの方だったら絶対に好きだと思うんだけど、姫川明先生のゼルダの伝説ってかもうそこなんだよな。僕の一番最初本当にキャラクターを描くってことしてなくてさ、たまごっちとかポケモンとかさ、その辺を描いててキャッキャしてた人間だから、ちっちゃい頃はだから人間の絵を初めてちゃんとなんだろう普通の頭身、デフォルメじゃなくてマリオとかじゃなくてさ、描いたのが本当リンクなのやっぱり。でそれで誰かを模写するわけじゃん。僕が一番最初にちゃんとこう模写したのってワンピースより前にゼルダの伝説のこの姫川明先生のリンクをめちゃめちゃ時のオカリナのね読んでめっちゃ模写してるのを覚えてる。リンクに始まりリンクに終わるって終わってないだろ何も。昔からずっと好き。絵もそうだけどそのゼルダの漫画も含めてめちゃめちゃ好き。ぜひゼルダ好きは読んでほしい。みんな知ってると思うけど俺初めて時間内に終わった。さすが迷いがなかった書くことに。
そうチリちゃんか。そうチリちゃんですよ。もう最高の緑髪のさイケメンと言ったらもう、はいはい、まあ、確かにそう言われると。ポケモンってやっぱさ数々狂わせてきたけどさ、ここもまた狂わせてきたよな。チリちゃんって確かになんかいそうでいなかったよね、ポケモンに、うん、こういうキャラ。しかもメガネも用意されてるってところだってもさらにずるい。いろいろみんな見透かされてるよね。うん、好きやろこういうの、うん、好きですそう好きやろこういうのって別に好きだったらいいんだよ、うん、本当に。正直澤高さんもだってさ、うん、熱くないまあ、確かにそう上品ないでたちにさスーツのぴっちりスーツでさ、うん、めちゃめちゃかっこいい。宝塚みたいなのね。そうそう、うん、てかさチリちゃんもさ澤高さんもなんか宝塚っぽくない？スターっぽい。あー確かにかっこいい女性はいいよ、うん、栄養だよ。植木鉢に毎日チリちゃんの話したら多分育つと思うし栄養ありすぎだろチリちゃんすごいよな。ポイントをさ説明したい。個人的ポイントね。チリちゃんがなぜすごいと思うのか、はいはい、ポイントっていうのは、うん、まずここ髪の毛長いじゃん。でこっち側でこう片目をこうちょっと隠すような感じじゃん、はい、でもこっち側から見るとなんかオールバックなんですよ。後ろにガッと持ってるから、はい、でそこのなんかこう凛々しさっていうの、はいはい、でこのネクタイでしょ、うん、スーツ、そしてヤバスじゃない？てんこ盛りじゃないの？どっちから見ても楽しめるやつね。いやそう、ヤバ。確かに左右非対称はお子様ランチやでほんま。ハンバーグも乗っててエビフライも乗ってて、まあ、確かにデザートもついてるよ。どこがデザート？あなたのデザートはどれ？これもう完成の時に喋るやつだから。それもいいね。あ、初めて仕事した今回お互いあれだね、空でもかけるぐらいの人が出てきちゃったから。確かにというわけで、3回戦目散々喋ってましたけど、黄色と緑せーのドンレンクボヨンボーボヨンボー、ほらスクラビルスクラビってしかもあれティアキンの髪の毛のそう伸ばしてる方、バサーの方。あ、いいですね。バサーリンク結構いい。バサーリンクあれ今までなかったからね。まあ夏目さんちお絵かきティアキンつってね最近やってるんですけど、ここでも書いちゃいました。いいですね。やっぱ青春です。僕の人間を描こうと思えた人気ありリンクだったか。ありがとう。リンクがいてくれたからゲンさんが可愛い書宅を書いてくれるってわけです。あ、でもそうかもね。巡り巡ってどうなんだろう。オケは儲かってるよ今。風が吹いたからリンクがいたから妻が儲かる。確かに昔模写してたのはショタリンクだったわ。ありがとうございます。おきりの森の時のね。懐かしい。はい、リサイさんはチリちゃんですね。チリちゃんね。はい、ポケモンポイントいっぱい矢印入ってるんで、好きなポイントがいっぱい入ってますね。この辺すごいキラキラしてるね、ここ。まさに完璧で究極のアイドル並んじゃってる。並んじゃってる。別方面で。別方面でね。大丈夫これなんか新しいアイドルグループ作るきっかけみたいなって。確かに。でもさ全員並んだらアイドルっぽくなるんじゃない？なると思う。色がカラフルがね。ね。結構ジャンル被ってないよ。確かにすごいいろんなとこから来てるね。科目系可愛い系男子でしょ。でやんちゃヒロインでしょ。でこっちヤンキー系でしょ。で可愛い男の子に清純派アイドルイケメン系。すごい。もしかしてやっぱり髪色からくるキャラクターのキャラ付けってあるんじゃない？でも絶対あるよね。ありそう。色味に応じてのキャラクターの雰囲気ってあるよね。いいですね。まあでもいいですね。はい。じゃあ次行きますか。はい、じゃあ次。見て合体した。くっついた。最後に残ってるこの4人がくっついてる。ガチキメラになっちゃった。これ俺が助けなきゃいけない。こんなになっちゃったゲンさんの。そう、じゃあ打ちついてるのに。便利。じゃあキラーマシンになったゲンさん。分かった。じゃあトゥンクゲンさんにするわ。はい、7、8色目いきます。せーの、ドン。黒か。黒です。ここに来て。顔なしはなしだよ。髪じゃねえからあいつ別に。ピンクかドーラか。よく出てきたね一発で。40秒でドーラ書いてる。さあここで緊急企画です。40秒でドーラかける。いきます。よーいスタート。40秒で支度しなって言われたら40秒でドーラさんをかけるのか。さああと30秒です。もうやばい。いや見たくなってきたわ。ちょっとラピュタ見たいよ。ジブリのブルーレイを全部買うかっていう。いや買いたい。なんか最近映画ってさ気軽にサブスクで見るようになったけどさ、サブスクにないとさ見れないわけ。いやそうなんだよね。シワを足して。おーストップ。40秒の動画。40秒で支度した動画。やってない。早く。それでは黒とピンク用意スタート。誰でもじゃない黒なんて。ね、黒いっぺんいるよ。石黒くんとか。確かに。あと東堂？ここにいきなり東堂書いたらなんかすごいね。ここでもいいよ。ここでパン。ど真ん中。クール系と純木系だ。そうだ。かぶらない。うわ。何？マジ切れ。黒はね
いっぱいいるんですよ正直。いやいますよ。いくらでもいるんだけど、その中からじゃあ誰が俺の青春なのかっていう話よね。いやもうルフィとか言っちゃダメなのよ。だからもう分かってるよ、そんなの好きだよ。あ、じゃあガイさんが黒でルフィ書いたら私はピンクでコビー書けばよかったってこと？めっちゃいいけどめっちゃ嬉しいけど俺それはコビー大好きだから正直。確かに。まああとねピンクだとねナッツとかもいましたね。あー確かに、夏ピンクか。夏ピンクです。それこそアーニャもピンクだな。そうね、でもアーニャはピーナッツだから間違えた。何アーニャはもう一回書いたからって思ったけど言おうと思ったらピーナッツだから。理由がわかんない。なんでピーナッツだからダメなの？なんでだよ。黒髪といえばいっぱいいるんですけど、黒髪クールのってルカワから結構さあったと思うんだけど、あの関係性のなんか走りというか漫画の中で出てきたのってイメージで言うとさ、もっとあると思うよ。いっぱいあると思うんだけど、サスケなんだよね。もう僕の中で黒髪キャラというナルトとサスケ本当に好きなんだよな、初期の頃の。特に初期がマジで好き。霧の里からのさ、中任試験からのサスケ奪還編マジで神がかってたよね、面白さ。めっちゃ面白かった。でもサスケくんにねマジでガチで性癖歪められた瞬間があったんだけど、分かった。おえーだ早い、もうさやよりも分かった。一瞬で分かった。すごい、さすがさすが。オロチマルに出会って吐いたやつね。そう、あそこで何かが胸の高鳴りはってた。何かが目覚めた。小学生の私はなんかときめいてたんですよね。目覚めちゃった。目覚めちゃった。あそこでスケ君はね、とんでもないものとんでもないものを盗んでいきましたよ。クラリスみたいになってるとんでもないものを置いていきました。置いていきましたよ。癖です。さあではですね、こちら黒髪ピンク髪、せーのじゃん。はい、サスケです。サスケくんもう大好きね、大好き。サスケがナルトとちょっとずつ距離近づいていくあの感じがすごい好きだ。後半ももちろん面白いんだけど、序盤何度読み返したかわからん。5巻5巻あたりな、それは何の5巻？それもしかして吐いたやつ5巻だった？思い出せないけど、私が一番ミスターフルスイングで笑ったのは7巻。なんで急にミスフルの話題出てくるはい、ということでサスケくんです。あと個人的に、ジャンプラでサスケのなんかスピンオフみたいなやつがあるんですけど、その漫画がねめっちゃいい。さくらとのね絆が出るんですよ。へえ。ちゃんと最初の方サスケくんってさ、さくらめっちゃ冷たかったじゃん。めちゃめちゃ当たりきつかったけどね。いやマジで岸本先生のカップリングのそこってやつが完璧すぎた。本当にひなた好きなの。力入っちゃってる。本当に好きなのひなた、好きそうでしょ。だっていや、そうなんかさ、一見ささくらとナルトかなって思わせといて、ひなた行くんだっていうこの。そうだってひなただって最初からナルトくんのこと好きだから。いや僕はもうずっとだから、頼むって思ってたの。本当読みながらずっと。いやそうでもメインの3人じゃないしなとかって思ってたところよね。ところよ。拍手したかったもん、最終的な流れ。スタンディングオベーション。本当に。というわけで。はい、みつりちゃんです。これはほら見てほら。キャー素敵。素敵な殿方がいっぱいいるっていうね。いっぱいいるっていう感じでこっちを見させてみました。なるほどなるほど。でみつりちゃんの太もも描きたかったけどちょっとドーラがちょうどめちゃくちゃ悪いやんこいつ。ドーラめちゃくちゃ悪さしてる。せっかくのみつりちゃんの太もも。というわけでピンク髪でみつりちゃん。緑も入ってるからねみつりちゃんは。でもどっちかってピンクのイメージ。何髪って言われたらピンクっていう。ピンクのイメージだったんで。なるほど。いいですね。というわけでじゃあ最後ですよ。最後ですね。全然足りんわ色。足りん、ちょっと語りが足りん。ちょっとすごい色足りん。なんか右側だけ残っちゃったんだけど、さやさんの。手が魚なのこれ。手が魚なのか魚が本体なのかはちょっと定かじゃない。キリン力みたいな状態かもしれない。ここに一番脳みそ集約してる。そうそうそう、こっちが本体みたいな。じゃあこれもらえますね。じゃあそちらで。じゃあときめきのさやさんにしますね。じゃあ最後。せーの。ドン。お。人。銀、白、銀。黒と白引いちゃったわ。確かに。おお、そっか、これだったら銀も入れるんだ。銀ちゃん書いてみる。確かにね。でもこの大量にいる中から急に銀玉から2人出てくるのすごい。水色。水色ってでもいろいろあるね。水色もありますね。はい、じゃあ最後の色。用意スタート。白髪キャラって絶対強いやつ。いや絶対強いよ。思い浮かべだけでもだって銀髪白髪っても最強クラスしかいないね。一丸銀でしょ。強い。かかし先生でしょ。五条悟。五条悟。強え。セフィロスでしょ。マジで白と銀はマジ最強しかいない。なんでただもんじゃない感出るよね、やっぱり。あと世代的には完全にあれだな。アレン・ウォーカーなんだよ。アレンも白髪といえばみたいな。めちゃめちゃ迷う。今僕が描きたいキャラが2人まで絞れてるんだけど、若干今ねもう1人の方がねサスケくんと被ってる。サスケくんと被ってるけど大好きなんだ。どっちだろうね。今日はだって愛だから。愛だから。そうなんだけどさ。でもねどっちもなんだよ。
新しい目の愛なのか古めの愛なのかみたいな話。愛に古いも新しいもなくない？ごめん。いやでも俺はもう一番好きなとこ行くわ。よし、わかった。お、来た？はい、来ました。整いましたか？整いました。でも今回ちょっと女の子多めでいきます。お、いいね。でもね、僕もね、ゲイさん今回メンズ多いから。マジでずっとメンズ。いやもうこれはもうみんな知ってるでしょ。書くの初めてずっと見てたけど。あ、本当。この作品はね、はい。タイさんがね、高校生の時にバカハマりしたんだ。夏。でハマった時期に、はい、新しい新作ゲームが出て、はい、一日中やってた。今最後までずっとさ、白髪誰にしようかで悩んでたんだけどさ、最後まで迷ってたのが地獄楽のガビマルなんですけど、マジで僕地獄楽本当に好きで、言い方意味わかんないけど連載開始前から好きだったんですけどちょっとその辺は詳しくは省くんですが、本当に好きなんだよ。始まり方が完璧すぎてね、あれかっこいいよね。ね、なんか漫画の1話目でこんなにバチバチにワクワクしたのって久しぶりだと思ったぐらい好きだった。ゲイさんもいつか体中に花を生やしてね、なってみたいなって言ってたもんね。言ってないよ、あれにはなりたくねえよ別に。島には行きたくないよ。ハンターハンターで白髪といえばですよね。ハンターハンター全然読んでたことなくて、大学時代にさ、すごいハンターハンター好きな先輩がいて、ハンターハンターって何をハントするんですかって聞いたの。そしたらその先輩が親父って言われた。だから間違ってないんだよ。別に間違っちゃねえんだけどさ、ゴンの目的としては。親父狩りする漫画なんすかって。ということで最後出てきました。白と水色。水色。せーの。ドン。かわいい。ゲイさんが描くキルは好きです。ありがとう。強い。力がいつもより強い。かわいい。でもゲンさんが描くキルアっていうよりはなんか結構富樫先生に寄せてるけどね。あれ目の描き方確かにそんな感じだけど、でもなんか可愛い、すごく可愛い。いやもうね、ちょっとさ、かぶったなと思って。確かにパチパチ系。そう、キルアも雷属性だし、だけどなんか逆に白黒チチチチが並んだらそれはそれでかっこいいんじゃないかって確かに感じはするので、いいと思う。もう僕の大好きなハンターハンターのキルアゾルディックですね。ゾルディック。キルアのいいところはマジでゴンと普通に仲良く友達でいたいところなのよ。可愛い。すごく可愛い。リンク絶対喋らないよね。リンク絶対喋らない。この中で絶対あんま喋らんやつ多い。桜木と神楽によって一緒に集められてもなんかどうにかなりそう。圧倒的陽だからね。そう、こっちが陽だからどうにかなる多分。で、さやさんは水色。わかりますかこれ？ブルマ。あ、どれ？はい。これがヒントだったんだけど。なんでこっち書いたの？ブルマです。はい。はい。ブルマね。バニー姿の方がブルマっぽいかなっていうイメージ。確かに。ドラゴンボールも青春ですよ私。もう高校生の時本当に魔人ブー倒せなくて本当に深夜にのたうち回ってたから。ゲームね。そう。いいっすね。これで全部なんか今回用意していた色は揃ったんですけど。揃った。しかも男女比ちゃんと55だよこれ。本当？だってほら。1、2、3、4、5か。5でしょ男の子が。1、2、3、4、5。本当だ。はい。男女比。すごい。何の示し合わせもしてないのに。ね、してない。今回しかもあれだね、いつも男ばっか描くさやが女の子描いて。いや、そう、ちょっと女の子描きたかった。楽しかった。女の子ばっか描いてる僕が男の子描いて。一人多かった。女の子。女の子レディーがまだ麗しいレディーがまだいらっしゃった。というわけで、ちょっとここだとじゃあでも色を集めたくせにお前らモノクロやないかいって話なので、ちょっとここからもうちょっとしっかり描いて髪色を塗って、髪色というかね、普通にカラーイラストとしてね、グループみたいな感じ確かにユニット的な感じになるかもしれない。やっていきたいと思います。さあということで仕上げていきましょう。はい、まずは僕の方からですね。はい、まずはザクザク適当にどんなポーズにしようかなとめっちゃ適当に書いてますね。いやなんかもうここから見れるのちょっとレアじゃないですか。あ、そう、今回ね、そうなんですよね。今回残ってたんで毎回タイムラプスポチを押すの忘れるの収録を。そう遺跡みたいな言い方で今回は残ってたんで残ってました。今回はうまく発掘できたみたいです。さあまあこんな感じでちょっと大きさ調整しながら、そして神楽は今回大人神楽さやさんがねリクエストあったので大人神楽にしようと思って、ゲンさんの描く大人神楽ちゃんがね見たいなということでねリクエストしたんですけど、いや今書いてますよ。おでちょっと大きくしてちょっと真ん中に変えました。桜木花道はやっぱりね彼の天才桜木やっぱ真ん中にいてほしいので、いや私ねこういうね試行錯誤してるシーン好きですよ。結構見られるのは嫌だけどね。いや漏らしてこうよそういうのどんどんさ。で今回ねちょっといつもと違う方法で塗ろうかなと思ってなんかペン入れをめっちゃぶっとくしてますわざと。ペン入れめっちゃぶっとくしてペン入れの
線を潰しながらもう上から塗っちゃうみたいな。そうゲイさん言ってましたね。今回はなんかねめんどくさかったとかじゃなくてめんどくさかったとかじゃないんだけどレイヤーを分けずにこう線を上から潰して色を塗っていこうみたいな感じでやってます。おなのでここから今ほらも本当だうペン入れを上から潰してます。そうだからねこのくっきり黒がちょっとうっすらしてる感じがね、ちょっとだけ薄れるから主張が抑えられるかなということでやってます。もうキルアが結構個人的に好きな顔になったので、いいですね。はい、そしてボヨヨンボのボヨヨンボです。リンクが持ってる。しかしリンク一回色消しました。本当だ。色なしリンクになっちゃった。そんな感じでどんどん進んでますが、でなんかこう、厚塗りとはいかないけどなんかね、そうだね、厚塗りではないけど、ちょっと線が残ってる感じがまだ漫画っぽさも。今一瞬なんか英傑の服にしようとしてやめました。今現れたね。現れた今ね。いやなんかリンク色ねえな体って肌色おってなって。でもやっぱやめましたね。最初の原始人スタイルにアテネスタイルに落ち着いて。アテネスタイル。いや今回エフェクトがいいねやっぱね。そうね、やっぱなんか全員こういっぱいいる中のやつだと、その人それぞれの特殊能力のエフェクトはやっぱちゃんと描きたいなと。バチバチ率高いから、ちょっとバチ率がね、バチに挟まれてリンク汗かいてんのよ。そうバチバチ、やっぱり天才桜木はそんなことには動じない。ちょっと桜木目線だけ最後調整してますね。上に向けてます。はい。でそしてかぐらちゃんはもう一番描きやすい。やっぱ女の子が一番描きやすい。いつも描いてるからだと思う。いやまあそうですね。いや顔すごい可愛いよ。さあこんな感じで僕のパートは終了でございます。お疲れ様でした。そしてさやさん。はい。私でございますね。次は。さやさんはなんと今回コーピックでございます。もう早速線画が終わってるんだ。いやそう別に全然取り忘れたとかそういう最近マジでさやさんのさ線画から押せって言ってんのにさ線画から押さねえのよ。忘れてたとか言って。線画8割ぐらい終わったところで気づいてもういいかって塗りだけ塗ればいいかみたいな。はい、線画はあれだね、またコピックマルチライナーの色付きでそうですね。まあなんかざっくりこの辺はなんていうの塗る色と同じ色の線画にとりあえずしといて、でなんか物足りなかったらこう塗り終わった後に黒足そうかなみたいな感じで、とりあえずなんかこう分けとこうかなぐらいの気持ちで分けて。でもどんどんできてきますね。いやそう本当はね、本当はなんか肌の色をとりあえず全員塗って、髪の色とりあえず全員塗ってみたいな感じでやろうと思ったんだけど、ほらご覧ください。もう我慢しきれずホワイトまでやってます。完成までいっちゃう。もう我慢できねえってなって。一人ずつ完成のスタイルに。いやそうそう。全体バランス取るとかじゃないの。いやそうそう。一人ずついくわ。もう我慢できなかった。はいというわけでちりちゃんねちょっとここだけの話ここだけの話だね。モンスターボールでかくない？でけえのよ。ポケット入らんけど。あれねちょっとあれでしょちょっとちっちゃくなる直前ね。そうシュワーンってショーンの時ね。そう全然ポケットモンスターじゃない。ポケットに入らん。今からちっちゃくするんだね。そうというわけで次ねもう反時計回りで次ブルマに行っておりますが、いいですね。ちょっとブルマセクシーだな。随分ちょっと楽しかったな。随分強調したな。可愛い可愛い。いやブルマといえば私の中ではなんとなくこの衣装か出会った時の衣装かな。僕出会った時の衣装めっちゃ好きだよね。そう髪型がすごい好きだった。というわけでねこういう感じで、でもなんかこう髪色さほら水色緑っていう感じでさ決めて描いたじゃないですか、このキャラクターだけどなんかこの時にさ楽しすぎてさ髪の毛にいろんな色入れすぎてさなんかそうなんかちょっとねさやさん割といろんな色をこう混ぜていってるからいろんな色で遊びすぎてブルマなんか4色ぐらい入ってる。ブルマなんかこうオーロラ色みたいななんか輝いてるよ。でもブルマぐらいの髪になればな輝きますよ。そうですよ。だってみつりちゃんね。みつりちゃんです。みつりちゃんはまあ楽しかったです。まあ何を一番最初に書いたところがありますけどね。真っ先に塗ってたそうただねちょっとみつりちゃんねちょっとなんかここを書き終わってからなんかピンク要素薄くなりすぎちゃって、確かに薄ピンクみたいな。いやそうなんか道明寺桜餅みたいになっちゃって、なんかちょっともうちょっとなんかインスタ映えした方がいいなと思ってということで後半の方にちょっとピンクをね足しておりまして、そして最後にアラジンでございます。アラジンな。でもここまでなんか開き直って髪の毛の色にさ全員なんかいろんな色混ぜてるからアラジンもなんか混ぜたろと思ってまあメインのカラーがねブルーでなければ
いいんしっじゃないでしょうかりしっかりピンク入ってますからね。いやーでも楽しかったねこれいやはね。楽しかったいやわなんかこんななかなか二次創作色までつけてって久々でしたね。いや確かにそうだね、はいうんうん。だいたいいつもねこう結構白黒でそうですね集合覚悟が多いからね。さあということでこちらで完成です。完成です。やっやったね。た楽しかった。楽しかっためっちゃ。なんかもうこの久々にリンクカラーで描いたなっていう感じと、はい他のキャラに至っては初めて多分カラーで描いてるなかなかなんかこんなにがっつり、うんうんうん、うん。まあ、僕特にあんまり二次創作しないタイプの人間なので、あそうだね。そううんうん。いや私もねこんなに、はいがっつりコピック使ったのね久しぶりだったし、ね珍しくコピックでしたね。はいすごくいいコピック。さあということで皆さん推しのキャラクターいましたでしょうか。いましたでしょうか。はいそして皆さんのね考える10色、髪色10色推しキャラクター集合へ教えていただけると嬉しいです。うわあ私知りていー。やー楽しかったねー。楽しかった。いやむしろなんか、はいはいこの10色以外の色のキャラとかも知りたいね。まあ確かにねざっくり分けたからね。いやまあそうそうそうグレーとかもあるかもね。あーま確かにグレーは白に入るのかな銀髪だからどうなんだろう。いやグレーはグレーです。まあそうだよな。でゲンさん何色に髪染める予定ですか？生きてたんだその約束。うん絶対ね。